チェンバーボーン。アップデート7。丸太不足に終止符を打つため立体植林場を建設し丸太の大量生産を開始した我らがビーバー。丸太を保管するための地下限界まで掘り下げた大規模な資材置き場も完成。さあ資材を溜め込むぞー。でただ今の状況は使ってない貯水槽を中央の湖に放水する際に、最適になるように底上げをしております。使ってないのに最適を目指す、これがうちのレイムさんだ。いやー丸太ないからとりあえず土砂の在庫を使ってるだけとも。おい。新しいお仕事を依頼されビーバーたちは大忙し。働くことが彼らの生きがい。翌日土砂の在庫が消えた。1000以上あったのに使うの早い。採掘機マシマシ。翌日さらにマシマシ。在庫余ってた土砂工事のはずがいつの間にか土砂を増産する工事に。なぜこんなことに。あなたが無計画なだけです。よろしい、ならば土砂置き場も拡張だー。使用する土砂の量を計算するのがめんどくさい。ならばいっぱい保管すればいいじゃないの納金思考。お前、もう工事終わったんか。半日程度で土砂倉庫完成。これはビーバーに新しいお仕事を与えないと。では排水はできてて害はないけど、景観が気に入らないこの汚水の源の封印作業をしてもらおう。完全なる無駄業務。大量の歯車とか序盤はきついけど、今なら楽勝問題なし。歯車在庫約9000。エネルギー切れボットがいたので、補給ステーション追加。細かい修正入りまーす。ああ、エネルギーで思い出した。無限動力の拡張工事終わってるけど存在忘れてた。完成してたのにスルーされた悲しい存在。まあもともと余ってたエネルギーがさらに増えただけだし。さもありなん。めっちゃ土砂掘ってるけどビーバーたちが暇そう。生産が追いついてないな。じゃ左右対称にしたいからタンクの増設よろ。すでに30日近くタンクの水だけで生存可能な無駄工事。無駄工事だろうと全力で働けー。今は丸太の貯蔵のターン、丸太を使わないどうでもいいお仕事が続いております。夜通しボットも作業して翌朝には完成。この程度の作業じゃあっという間だ。よし、これで汚水封印だ。マップ外のどこかに流れてた汚水がなくなり、少し地球の環境が改善されたかもしれんな。しかしそんな我らを嘲笑うかのように、長い悪潮27日が襲来。貯水は結構できてるけど27日は普通に長え。前回やらかした清水弁をチェック。お漏らしなしの完全動作を確認。お前、暇そうやなぁ。土砂の在庫が上昇傾向、指示してた作業がだいぶ片付いたようだな。ではお次は換気明けの水漏れ対策で、水路を段差のところまで一マス分高くするぞ。現場が地形、行ってるそばからもう片側終わりそう。水路の水が流れ切る前に片側終わった。急いで新しいお仕事を発注だ。あいよ。じゃ管路があるこっち側の解体工事を始めましょ。建設会社本社上のモニュメント壊すのもったいないな。まあ様子見て立て直しも検討で。さあ瓦礫は再利用するから資材置き場に運び込んで。だが一向に片付けを開始しないビーバーたち。なんで？板を保管する場所がなかっただけでした。適当にいた倉庫が近場に建設された。皆の者を、キリキリ働けー。管路も撤去したので土砂をせっせと運ぶ日々。お、立体植林場の多くが成長してきてる。丸太の在庫も3000まで復活。まだまだ溜め込むよ。サクッと一段上げる工事が終わって、あとは管路の敷設を残すのみ。こりゃまたビーバーたちに新しいお仕事を作らねば。そういえば使ってない貯水槽へ注水するダム、水路の高さが変わったことで使えなくなってるから工事しましょ。水路を段々にした時の影響か。てなわけで清水弁を設けて、この高さになったら閉じて、横に流れるシステムを導入することにしました。清水弁が閉じたら、こっちに流れる仕組みだな。これは労働災害でお亡くなりになったビーバーの慰霊碑。こら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 。ちゃんと立て直しますって。うちのレイムさんは変なところで律儀である。さあ新貯水槽へ水を流すために新しい水路を建設するのだなお完成してもメインの貯水槽がたまらないのでこちらに流れる予定はない。いつか流れるもん、多分じゃねえか。しかし節水頑張ってるのに一向に貯水がたまらないね。ビーバーの数も全盛期の半分程度になってるのに意外と水の溜まり悪いよな。汚水封印したけど微妙に残ってて気持ち悪いので追加工事。自然蒸発を待ちきれないせっかちさん。お物は消毒だやったー。こうして綺麗に排水されました。ポンプで組むなりすれば低コストなのに。その手があったか。気づいてなかったんかい。工事が終わってまた暇そう。新しいお仕事を作ってあげねば。丸太備蓄中で大規模工事は控えたいから、ごちゃっとしてて気になる管路の整備でもしてもらいましょ。
こんな感じでオナシャース。ここもなんか突出部が飛び出してるぞ。言われるとこれも気になる。直そうとしたら今度は段差が気になって、駅も撤去して敷き直すことに。一度気になり出すと止まらんよな。ここ駅なくなったし代わりの用意を。この後もこっそり回収を繰り返した。そういえば発行したキャッサバの在庫がなかなか増えてない。キャッサバの作付け面積を拡張。2フロア使ってる菜種の半分の面積をキャッサバと入れ替えた。そんなこんなしてたら水路の工事が終わってたので、分岐用の清水弁を設置。この部分まで水が溜まると、こっちの清水弁が閉まって水路の水位が上昇。で水位が上がると自然とこっちから放水されて、満水になると清水弁が閉じます。そしてさらに流れてくる水は水門の上から流れ出ます。絶対そこまで水溜まらねえよ。土砂の在庫が4000まで復活したので固定の底上げ工事を再開。まとまったお仕事発注、土砂採掘機増やした甲斐があったぜ。さあビーバーよ、泥んこまみれになって働くのだなお、中央の湖に繋がる排水溝はこれ、ここまで底上げしたいので作業はまだまだ続く。はっぱ貯水できる気がしねえ水路完成。いつか多分なんとか。ここに貯水できる未来を信じて作業をやり抜くのだうわ見た目変わり映えしないのに土砂の在庫3000も減ってる。オーマイゴーッド。土砂の在庫がなくなった。しゃあない。資材置き場がいっぱいで生産が止まってる鉄関連の整備しよっと。とりあえず既存の資材置き場と左右対称で増地く。匠お得意のシンメトリー設計。物資の指定の設定がめんどい。前回の丸太倉庫設定地獄よりマシだ。そして今更気づく。倉庫表示してれば設定がだいぶ楽になると。丸太倉庫設定の時に気づいていたら、糸かなし。こんな感じになりそうろ資材置き場の方にも管路の駅が追加されて、少し運びやすくなったかな？その結果管路が工事中で使えず、丸太を担いで山を登るビーバーが続出。管路生活に慣れて貧弱になった足が、ムキムキに鍛え上げられそうだ。そうそう某所の動画を見て、管路の駅と建物を直接つなげるの面白そうと思いこれをお試し。ドア部分が重なると青くなる、これ OK なのな。効率のいい植林場で駅の前に道挟んで森板とか置いてたけど、直接つなげる発想はなかったよ。これは革新的アイディア。そして駅接続製錬所の稼働を無事確認。ビーバーの姿が見えないのが残念だがこれは強そうだ。てなわけで製錬所改修工事だよそのネタを隠さずパクる、これがうちのレイムさんだ。パクリ言うな。へっへ。夜中にこっそり資材を運びやすいように駅を追加。夜中にやるなよミニキーだろ。下打ちすな。無事製錬所が稼働開始。鉄が資材置き場に置ききれないから拡張したのに、いつの間にか生産量を増やす工事をしていたの巻。まあそういうこともあるよ。さて古い製錬所はもう使わないので撤去。突出部を多用してた頃は繁盛してたが、最近は土砂を多く使うようになり閑散としてた製錬所さらば。で空きスペースが気になったので、鉱山で使う生成物のタンクとか設置。ただの資材置き場拡張工事だったのに、追加工事で景観も様変わりだ。鉱山周り、改造完成だ鉱山で取ったスクラップをすぐそばに保管しそのまま製錬所で加工、いい感じに業務改善されてそうだ。管路が工場っぽさを醸し出してて見た目もいいね。よかったな。さて鉱山工事中も工事を続けてた貯水槽工事の進捗は掘った土砂蓄次投入してるがまだ時間かかりそうだ。お次は節水でこの水路を埋めましょ。シャワーが邪魔だな。ってあんた怪我してるじゃない。病院行きなさい。ただいま医療ベッド、空きがございません。こりゃ先に医療ベッドを追加してあげなきゃだ。ではコーヒー焙煎所の上に2階建ての医療施設の建設よろ。寝てる横で漂うコーヒー臭は少し辛そう。さあ気兼ねなく水路工事を始めるぞ。こちらのシャワーは本日をもって閉鎖です。シャワーはこちらのポンプを潰して移設します。ビーバーの数もだいぶ減ったので、少しぐらいポンプ減らしても何の影響もなし。夜には完成して大賑わい。だいぶ混雑してるな。明日にはもう少し増設予定。さいですか。そしてこちらも追加で増設。うわまた土砂採掘機増やしとる。使わない貯水庫にどんだけ労力使う気だ。いつか使うもん。すごごごごごー。すごごごごごー。ボットの24時間稼働により、ご就寝中のビーバー様方には騒音のご迷惑をおかけすること誠に申し訳ございません。そんな騒音なんぞ関係ねえの精神で掘った土砂で川の埋め立て、ってお前仕事あるのにサボっておるな。解雇だ。容赦なし。
跡地は甘露の駅になりました。ちょうど甘露が途中でぶった切られてたから便利な駅ができてよかったぜ。そんなこんなしてる間にやっと平坦化が一段落。綺麗な平地になったな。でもこれだと排水溝に全て流れる前に乾く部分ができちゃうので、手前側に段差をつけるつもり。まだ映えない無駄工事は続ける模様。さてお次はこの松林が気に入らない、ボット工場と一緒に別の場所に大規模移設するぞー。ここもそれなりの工場だけど新しいボット工場を建設だぜ。で新工場建設予定地はこちら。立体植林場が稼働したことでほとんど存在意義を失った、元効率良い植林場の撤去が決定された。てなわけで工場建設のための解体整地作業を開始だー。他同様地面の高さを湖面に合わせるぜ。液体放水場停止、もったいないが植林した木も撤去するぞー。しれっと丸太の在庫13000、少しぐらいなら捨てても構わん。皆の者、キリキリ働けー。土砂にはまると面倒だ、矢印の方向には気をつけて作業するんだぞ。それほど役に立たなかったけど、お世話になりましたー。高架水路の緑地範囲ありきで設計された場所だったから、水路止めた後はほんと微妙な存在だったぜ。めっちゃ瓦礫出たけどしまうところがない。至って使ったそばから生産されて資材置き場いっぱいになるから、瓦礫で出ると地味に面倒だったりする。みんな、丸太は持ったかー。丸太を担いでムキムキなハムストリングを手に入れるのだ。こうしてずらっとビーバー行列で一気に片付けが完了しました。さあ次は爆薬設置を始めるぞー。こりゃえぐい数の爆薬の量になったな。うちのビーバーたちならこれくらい楽勝よ。ものすごい速さで爆薬を設置中。ただの早送り再生じゃねえか。一日あればいけるかと思ったけどさすがに無理か。ビーバーが定時で帰り、一日で半分程度だった。命の水。命の水が長かった握手を27日の終了をお伝えしました。27日と長かったけど貯水はどうなった？水深 2.2、まあ枯渇しなかっただけ優秀。でも新しい貯水槽に水が入る日は遠そうだな。なんとか新貯水槽を使いたい。そうだ、AI に相談しよう。んなもんあるか。教えて AI、新貯水槽に水を貯める方法を。AI おった、ってナンバークランチャーじゃねえか。ビーバーを、この町から消滅させるのです。うわ喋ったぞこいつ。ビーバーがいなくなれば確かに貯水はできるか。許せなかみー。おいバカやめろ、その中にはこの星の未来を担うビーバーたちが。アイアンティスは工業特化効率重視がモットー、水のいらない鉄の体に生まれ変わるのだー。こうして AI に下された判断により、すべての繁殖ポットは停止されビーバーの繁殖が止められた。私はどうしてもあの貯水槽に水を溜めたいんだー。てなわけで繁殖ポットを停止したところで今回はここまで。じゃ街の様子を見て締めましょ。使ってない貯水槽に水を引き込むための水路。無駄工事で封印された汚染の源には、こっそり意味なく灌漑防壁で囲む工事がされております。土砂の在庫処分と軽い気持ちで始めたけど引っ込みがつかなくなりずっと工事続けてる貯水湖。見た目が映えないこいつに水が溜まり、映える姿を見せる時が来るのだろうか。なんとなく無限動力の上から一人称撮影、回収された鉱山関連施設。甘露が光ってるところを見るに、いい感じで稼働してそうだな。ボットを延々と動かすことを可能とする無限動力。数サイクル後にはビーバーはいなくなりボットだけの世界に。効率特化の最強の都市が生まれるかな？動きの速さならビーバーの方が上だぜ。誰も使ってないシャワー。ビーバーの皆さんはまだお仕事中です。逆に全く空きがない医療ベッド。いや新しいの作っただろ？なぜかこっちはガラ空き。コーヒーの匂いがきつくて避けられてるのかもな。では夕焼けに包まれるカルデランドを眺めつつ今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。励みになります。AI の判断で繁殖ポットを止める決断をしたビーバー。果たしてこの後どのような運命が待ち受けるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。